Konnichiwa. I'm Milo. 今日はスノのステップシーケンサーミロ1080の操作を解説してみるよ。このチャンネルでは音楽生成と関係ないスノの機能は基本的に紹介しない。例えばフックとかジェネレートカバーアートなどは今まで解説してないし、今後も解説しないよ。私は音楽以外はあまり詳しくないから良い解説ができる自信がないかな。今回のミロは音楽とは関係があるけど生成 AI とはほとんど関係ない機能、生成 AI と無関係な普通の音楽の機能を解説するかどうか少し悩んだんだけど、スタジオ解説でも似たことをやってるからね。音楽関係の機能なら解説することにしたよ。このミロはどんな機能なのかというと、ステップシーケンサーと呼ばれる機能。一般的なステップシーケンサーと操作方法やできることはほぼ同じ。スノならではの何かがあるわけではない。視聴の際はその点に注意してね。ミロはラボの中にある機能だから、まずは左メニューからラボを選んでね。次に一番右のミロ1080を選択する。すると起動画面の後にミロの画面になるよ。ステップシーケンサーを知っている人ならこの画面を見ただけで使い方はわかると思う。ただわからない人もいると思うから、まずはどういう機能なのか実演してみるね。左メニューのシンセからキックを選ぶよ。この選択については後で詳しく説明する。右側のボタンをクリックしていくとクリックした部分に色がつくよ。ステップシーケンサーは作曲ツールの中では最も直感的に遊べるツールだから、似たような機能で遊んだことがある人もそれなりにいるんじゃないかな。それじゃ具体的な使い方を解説していくよ。まずは音の選択方法を説明するね。ジェネレートは鳴らす音をスノで生成できる。一見新しい生成のようにも見えるけど、残念ながらサウンドモードの生成と同じだよ。新しいタイプの生成ではなかった。この画面で生成したデータはワークスペース、ミロワークスペースに保存される。サウンド生成であることが確認できるね。実際の挙動もサウンドと同じになるよ。クリップはスノ内の音楽データが読み込める。サウンドの素材はもちろん普通の曲でも OK。 長い曲はハサミのボタンを使うことで好きな場所だけを選択することができるよ。シンセはシンセサイザーの音を使う。これはちょっと長い説明になるよ。シンセサイザーは電子音を利用して音色そのものを作る機能って感じかな。設定項目があまりにも多すぎるので基本的には右上のプリセットを使うといいよ。90種類くらいの音が用意されているのでこの中から好きな音を選んでみよう。まあ解説動画だから一応簡単にシンセの機能も解説しておくね。左上のオシレーターは電子音にいろいろな操作を加えて加工する。左下のユニゾンはその音を鳴らす個数や音程や音の位置を変えたりする。中央上のフィルターは高音や低音を消す。スタジオで解説した EQ の仲間だね。中央下の LFO は音を揺らす効果がある。不思議な感じの音が作れるよ。右上のエンベロープは音量の変化を設定できる。右下のピッチエンベロープは音程の変化を設定。言葉で頑張って説明してみたけどまあよくわからないだろうと思うから実際にいろいろと操作してみるから音の変化を耳で聞いてみてね。
シンセサイザーは単純な電子音からいろいろな音を作り出せる機能なんだけど、まあゼロから音を作るのは非常に難しい。基本はプリセットを使うことを勧めるよ。プリセットからちょっとだけ設定を変えるくらいの使い方をするのが一般的かな。シンセサイザーの一つ一つの設定を解説するのは時間の都合で割愛するけど、意味はわからないけど適当に操作してみるみたいな使い方でも悪くないと思うよ。次の説明に進むよ。ボリュームは音量操作、ミュートは消音で、ソロはソロ再生になる。次のマス目と音符のボタンについては、音符ボタンを押すと入力モードが変わる。こんな風に色のついた部分が上下方向にも動かせるようになるよ。これは音程を操作することができるよ。C のマークのある部分がドの音、一つ下にずらすとシの音になる。一つ上はレではなくレフラットの音だね。これはもう作曲の知識がある人前提の機能だから深くは触れないよ。分数のボタンは音を再生する長さを変える。数値が小さくなるほど短く再生されるよ。例えば32分の1と設定すると元の音のデータが長い音であったとしても極端に短い音になる。ユークリッドは自動でリズムを考えてくれる機能。例えばパルスを7に設定してみると、こんな風に右側のリズムが7になる。すべての音の間が均等になるよう配置されるよ。この均等リズムをユークリッドリズムという。ユークリッドの計算式を使うのが名前の由来。次の数字は右側のマスの数を表すよ。例えば8にするとマスが半分になる。最後のボタンはコピーペースト機能。左がコピーで右がペーストになるよ。ここまで説明した機能について実際にどう動くか聞いてみようか。ミロの基本的な操作方法はこんな感じ。でもまだまだいろいろな機能はあるよ。左上のミックスボタンを押すと画面が変わる。この画面でしか設定できない項目も多いよ。例えば FX ボタンを押すと9種類のエフェクターが出てくる。先ほどのシンセのいろいろな設定のように元の音を加工して別の音にする機能だよ。フィルターは先ほどのシンセにもあった機能。 EQ はスタジオにも同じ機能がある。それぞれの機能がどんな効果なのかを語るにはちょっと時間がなさすぎるから、いずれスタジオにも実装されることを期待して、今日の時点では説明を省略させてもらうよ。というかミロに9個エフェクターがあるのにスタジオが EQ1 個だけってどういうことなの。その下の歯車ボタンもいろいろな設定ができる。これも時間の都合上細かく説明しないけど、シンセにあったエンベロープや LFO などの設定をシンセ以外の音にも適用できる。左上のソングボタンを押すとまた別の画面が表示されるよ。画面の右上に A から J までのボタンがある。今まで操作してきたのは A の画面で、 B を選択すると A の情報を保持したまま新しく別のループデータを作れるよ。この画面はそうやって制作した複数のデータを結合して曲にする画面。チェインオフのボタンをチェインオンにして下の画面で A、A、B、A と並べると A、A、B、A の順番で再生される。これを使うと長い曲も作れるわけだね。画面中央上の人の顔のボタンを押すとミロ内のみで表示される顔が作れる。まあこれは単なるお遊び機能だね。隣のスマホボタンも同様にお遊び機能だよ。電卓や時計などのスマホアプリや日本の風景を見るライブカメラ、東京都内を旅して音楽を売り歩く
謎の交易系スマホゲームもあったりするよ。ミロは起動時の声ネタもそうだけど、いろいろなところに日本ネタを仕込んでるね。画面右上のミディボタンはミディを読み込む。読み込みだけで書き出すことはできない。ミディってのは楽譜データのようなもの。スノの曲もスタジオならミディデータにできる。次のアイデアはちょっと長めに解説するよ。これはジャンル名やキーを指定すると、そのジャンルに応じたデータを自動で生成してくれる機能だよ。これはシンセのプリセットなどとは違って、毎回別のデータを生成してくれる。だからある意味ではこれも音楽生成 AI と名乗ることもできなくはない機能。というかスノとかができる以前は、こういうものを作曲 AI と呼んでいたね。実際にこの機能でどんな曲ができるか、何個か生成して聞いてみようか。ミロのアイデアで生成したデータをそのまま音楽とするのは難しいけど、マッシュアップなどでリミックスするのは面白いね。今回の BGM もミロ生成データのマッシュアップだよ。アイデアはキーの他にスケールも設定できて、しかも境界線法もあったりするから、スノでは難しい変わったメロディーを作れることもあるかもしれないね。スケールってのは要するにドレミのことで、スケールを変えると変なドレミを使うって感じ。一番下のパッチは使うデータの個数。数字を大きくするほど長い曲になるよ。画面右上のサンプルボタンは曲のどの部分を使うかを保存できる機能。長い曲の一部分のみを選択して、その音を使えるって最初に言ったけど、その設定を保存しておいて、いつでも手軽に使えるようにする機能。ただデータの選択方法がそのデータのスノの URL を直接入力する方法なので、手軽どころかむしろ面倒な気がする。もう少し使いやすくしてほしいね。マスター FX ボタンは曲全体の音を加工できるよ。エフェクターはミックス画面と同じ9個。クリアボタンはデータを消せるんだけど、消せるのは右側の入力したリズムだけで、左側のシンセや FX などの設定は消えないよ。全部消したいならミロの画面を閉じてね。やっと最後の説明まで来たよ。一番右上のボタンでセーブロードができる。ミロはエディターやスタジオと違って画面を閉じると全データが消えるから、作成したデータを保存したいときはセーブを忘れずにするようにしようね。隣のウェーブボタンはウェーブファイルを出力できる。ここでちょっと残念な話なんだけど、スノ内の音楽データとして出力するという当然ありそうな機能がないんだよね。いやまあダウンロードしたウェーブファイルをスノにアップロードすれば同じことだけど、ちょっと手間がかかるのが残念。スノに直接保存できる形にしてほしいな。ということでミロの解説は終わり。かなり駆け足の解説になってしまったね。ミロの機能をスノの音楽生成に使う。その観点でミロの機能を評価してみると、ミロは音を加工する機能が多いから、ミロで音を作り込んでからマッシュアップ、あるいは一応新しい生成であるアイデア、これで作った曲を素材にしてマッシュアップ。ただミロで作った音をスノに持ち込む。それがちょっと手間だよねって感じかな。スノとの連携部分が強化されれば、いろいろと使い道はありそうな機能ではある。というかスタジオ内の新機能だったら、すごい便利に使えると思うんだけどな。現在の私の感想はそんなところかな。少し遊んでみる分には楽しい機能だと思うよ。それじゃ、またね。